あなたの意のまま願いが叶うクォンタムフィールド。量子の世界を最も楽しく伝えてくれる本。もしこの世にあなたの意のままに全てが起こるというような魔法があったら、あなたはどうしますか？それが本当にあるんですということになれば、ここからあなたは何を叶えたいですか？何を手にしたいですか？どんな人生を送りたいですか？実はそんな魔法が働くフィールドがこの世に、宇宙にちゃんとあったのです。ズバリ、それこそがあなたの意のままで全てを叶えるクォンタムフィールド。クォンタムフィールドとは、一言で言うと量子場。そこは全ての人、物、こと、現象を司り、世界をも動かす偉大な力を持つ聖なるエネルギーフィールドなのです。大いなる可能性に満ちた場であり、不可能のない世界。別の言葉で言うと、無意識の領域、つまり潜在意識の世界であり、神の領域です。クォンタムフィールドは、あなたの意のままに全てが現象化される場であり、その現象物をあなたの現実世界へと自動的にお届けするシステムを持っています。一貫したオートメーションシステムがあり、魔法の工場内は常にフル稼働。片時も休むことなく、あなたのために日夜せっせと働いています。望むことはその都度叶えられ、必要なものは必要に応じて与えられます。しかも毎度幸運のおまけの特典付きで届くので、サプライズ感も半端ではありません。しかも、それらすべての仕組みと結果を受け取るための登録料も使用料も無料。一生使えるとんでもなくハッピーなフィールドです。例えて言うなら、それはあなたがインターネットで何かを注文したならば、忘れていてもその後その商品が届けられるのと似ています。たまにその業者からのサンプルプレゼントなどがおまけでついているように。これ、ありがたすぎません？代わりにお支払いいただくものがあるとすれば、あなたの意図するものだけ。ただしそれは前払いの条件となっておりますが、自分の意を前払いできる人だけが、次から次へと何でも叶うこの魔法の領域へすんなり入り、望むままの運命を手にするものとなれるのです。魔法のセンサーに触れる。意図はあなたの意識です。そしてそこから派生する意志、生み出される意図です。それを自分に前払いできる人だけ、次から次へと何でも叶う魔法のフィールドのキーを持つものとなり、そのドアのセンサーに触れ、自動的に中に入るものとなるのです。いや、しかし、入ると言っても、それはどこにあるのかというと、その答えは目には見えない領域です。とりも直さず、それはあなたの心や体、細胞の一つ一つの中、地球の内部、宇宙全体にあるものであり、それら全体をすっぽり包み込んでいるエネルギーフィールドなわけです。目には見えないエネルギーのフィールドのドアを開けるためには、同じく目には見えないものであるあなたの意をキーにするしかありません。そのキーがフィールドのセンサーに触れるとき、自動ドアが自然と開くことになるのです。とはいうものの、何を隠そう。このフィールドにあなたはすでに無意識のうちに意の先払いをしていたからこそ、必然的に今の現実を得ているわけですよ。今の状態や人生をあなたが気に入っているかどうかは知りませんが、あなたの本意、不本意に関係なく、あなたがこの現実で何かを得ているということは、それなりの意をフィールドに前払いした結果なのです。え？不本意なものが来るのも、私が何らかの意を前払いした結果だというの？でも、クォンタムフィールドは魔法の領域で、私の願いや夢を叶えてくれるんですよね。なんで不本意なことになるの？などとおかしなことを言わないでくださいよ。フィールドの働きが完璧だからこそ、あなたの意図したものをそのままお届けしたまでですからね。質の悪い注文をしておいて、
届いたものが不本意だと泣いたり怒ったりするのはお門違いというものです。タンポポの種をまいておいて、桜が咲かないと嘆いているのと同じくらいわかりやすいミスです。しかしまあ、仕方ありません。何せこのフィールドのことなど、親からも学校の先生からも、これまで聞いたことも教えられたこともなかったわけですからね。けれども、ここから人生はいくらでも挽回できます。さて、話を戻しましょう。無意識のうちに無意識の領域で全てが行われ、自分の受け取る現実や運命が知らないうちに決定され、ある日ひょっこりその産物である現象が届くのだとしたら、そんなおっかないことたまったもんではありませんよね。何とかしたいと思いませんか？できれば思うままに。要は、あなたが望むものを無意識の領域に入れられれば何も心配することはないわけです。だからこそ、ここからが重要。クォンタムフィールドには無数の数えきれないほどのたくさんの可能性を秘めた世界と、そこを開くこれまた数えきれないドアがあるわけです。そのドアは自動ドアですから、誰でも意識を持つものなら簡単に中に入れてしまうわけです。が、それゆえ気をつけたいのは、あなたの意識の質なんです。あなたの意識移管によって、どの世界の自動ドアが開くのかが違ってくるからです。あなたの意のセンサーを介して入ったドアの先には、それに見合った世界が広がっているわけです。そして量子もまたあなたのその意に沿うべく、様々にうごめき変化し、その結果をフィールド全体を使って生み出すのです。あなたの住む世界全体を揺さぶって、オートマチックに新たな現実を作っていくわけです。あなたの意識がその後のすべてを決定するのです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショーです。今回はあなたの意のまま願いが叶うクォンタムフィールドという本をご紹介します。量子力学の仕組みをスピリチュアル的に読み解く本ってたくさんありますよね。本チャンネルでもいろいろな本をご紹介してきましたが、今日はそんな中でも最高にワクワクさせてくれる本をご紹介します。難しい理論や法則は脇に置いておいて、量子力学の楽しいところをぎゅーっと絞って出た濃厚なエッセンスの雫のような本ですよ。著者は吉川奈美さん。成功哲学、潜在意識理論、自己実現法などに惹かれ、30年にわたって研鑽を重ねられてきた吉川さん。本当に多くの著書を執筆し、海外でも多数翻訳されているほか、講演、セミナー、雑誌、ラジオ、テレビの出演や歌手デビューなどマルチに活躍されています。そんな彼女が量子力学とスピリチュアルの素敵な関係を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も新幸せのダイヤモンド探しがございます。このカードのどれか一つにハッピーダイヤモンドが隠れていますので、感じてみてください。動画の最後で答え合わせです。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。あなたはこうして意図を発する。あなたの意の最初の段階である意識は、あなたが注目し好意的に支えるほどはっきりとした意志となります。そして意志を受け止め納得し許可するとき、それは意図へとレベルアップします。そして意図は確固たるエネルギーと刺激物となり、クォンタムフィールドの持つ現象化作用を促進させるのです。こうしてあなたの意は意識、意志、意図となり、その都度量子を変化させ、その独特のエネルギーを無意識的に無意識の領域であるフィールドに引き渡し、現象化を叶えるのです。ここまでのことを文章にすると長いわけですが、実はそれをあなたはほぼ一瞬で行っているのです。それは時間にするとほんの数秒のことで、
そのほんの4秒から17秒の間に、クォンタムフィールドはあなたからやってくるメインとなる意の印象をエネルギーとして取り込み、あなたに望まれたものとして直ちに現象化すべく仕事に取り掛かっているのです。いいですか？ほんの数秒であなたはどこかへ連れて行かれるということであり、あなたのその後が方向づけられているということですよ。これを分かっていないというのは、ある意味怖いことだと思いませんか？いや、分かっていないから、これまであなたは自分がこしらえた不本意な現実を目の前にして、悪い星のもとに自分は生まれた。だの、神様が罰を与えた。だの、親が悪い。だのと、どんなことにも平気で不平不満を言い、そのくせ全くすっきりせず、見えない何かに怯えながら生きてきたのですから。とにかく、自分が意識しているものに無自覚であってはなりません。ちゃんとあなたが自分の意識しているものに注意し、あなたの望む正しい意図にできたら、こんなに素晴らしいことはないのです。それが現実になっていくわけですから。場はこうして見事に変化する。ここでは、あなたの意識一つであなたがいる場がどのように変化し、そこからどのような世界を作り上げ、それがあなたのどんな一日の出来事や運命を作るのかを見ていきましょう。例えば、あなたが今日オフィスにいたとしましょう。あいにくみんなが出払って、あなた一人がその空間にいたとします。みんながいない不便さを感じるより、むしろ静かでいいわ、快適、と思いながら、あなたは時々デスクでお茶を飲んだりしつつも、誰もいない快適な空間で自由に好きな仕事をしていました。ところがそこに突然、大嫌いな嫌なおつぼね様が現れたとしたらどうでしょうか。あなたは一瞬で、あ、嫌な奴が来た、と嫌悪感を持ってその人の存在を意識することでしょう。最悪。嫌なムードになったわ。空気重たいわ。ほんま嫌だわ。と、そんな言葉を心の中でつぶやくでしょう。その時、まさに一瞬で、あなたは嫌な世界に入り、嫌な気分を味わうことになるのです。そしてその影響は自分の内側にも外側の現実にも。すると途端に憂鬱で具合が悪くなり、笑顔が消え、何を言われるのかとビクビクし、落ち着かなくなることでしょう。オフィスは最悪な環境と化し、なんて日だなどと叫びたくなるほど簡単にアンラッキーデーになってしまうわけです。そしてしなくていいミスをし、後で上司に怒られることになったりして。最初のうちあなたはその重たい空気と険悪なムードを感じつつも、辛い世界に浸るしかないと諦めます。はい、最初のうちはね、その状態にもあなたは我慢できることでしょう。しかしそのうち自分がこれを我慢しているということを意識しだすと、もうたまらなくなります。そして、どうにかしたい。どうか早く出て行って。この空間から逃げたいわ。なんならオフィスを出てコンビニにでも逃亡したい。という意志が現れ、いやもう限界だわ。この部屋から脱出するぞ。と明確な意図も生まれるわけです。すると、その意図を受け取った漁師は、あなたを救うためにあなたの気持ちや言動を切り替えさせ、場を動かし、願いを叶えるための行動へと誘います。そして、叶えるフィールドを作り上げるのです。意図した瞬間、そのまま叶う世界にあなたは身を投じることになります。そして何を隠そう、この意図こそが願いを実現させる計画書であり、クォンタムフィールドの指示書ともなるのです。そしてこの指示書に従ってクォンタムフィールドはあなたの内部も外部もすべて自動的にかつ同時進行で動かします。それによってあなたはさっきまで最悪だわと具合が悪く頭を抱えうなだれていたのに、突然すくっと立ち上がり、ニコッと作り笑顔でおつぼね様に会釈をしつつ、先輩、コーヒーでも買ってきますね。いつものでいいですか
などと優しい声までかけ、外の空気を吸いに見事に部屋から脱出するわけです。かくしてあなたは、はあ、よかった、と目的達成、一件落着となるのです。しかし、ここのところを振り返ってよく考えてみてくださいよ。その部屋はお局様が入ってくるまでは、あなたにとって自由で快適な心地よい空間だったのです。照明器具も空調も何も変わっていません。それなのにあなたが突然重くなり、暗くなり、息苦しくなり、逃げたいという苦境に立たされ、逃亡の瞬間へと追い込まれるような最悪の現実を生きることになったのはなぜでしょうか。そうです。あなたが嫌なものとしてお局様を意識し、最悪などという言葉をつぶやき、ますますそこにフォーカスし、その嫌なエネルギーの影響を受け、フィールド、自分が今いる場が量子によって変化したからです。そこで生み出された世界は、現実は、あなた自身の意識がきっかけであったということなのですよ。さて、今度はこれとは別の真逆の例で見てみましょう。どうなるでしょうか。同じくあなたはオフィスにいたとします。あなたは淡々と一人で仕事をしているわけです。そこに突然、大好きなイケメンの憧れの男性の先輩がケーキの差し入れを持って現れたとしましょう。どうなると思います？きっとあなたは彼がドアを開け部屋に入ってきた瞬間、あ、大好きな先輩だとウキウキ意識し、嬉しい、ラッキーと心はつぶやき、恥ずかしながらも喜ぶことでしょう。そして彼からの、これよかったらどうぞ、などという甘い声掛けとケーキの差し入れに、わあ、ありがとう、すごく嬉しいです、などとしばしやりとりに酔いしれ、今日はなんて素敵な日なの、最高だ。こうして憧れの人と二人きりになれるなんて。神様、奇跡をありがとう。などと喜びと感動と感謝で満たされるわけです。もはやオフィスはバラ色で、二人のロマンチックな恋の館と化すでしょう。さらにあなたの中では変化があり、なんとかこのチャンスをものにしたいという思いがあふれ、お茶など入れようかしら、先輩と二人分、などという意志さえ芽生え、先輩に話しかけるチャンスだわ。これを逃すな。という意図を持ち、かくしてそれは実行されることになります。そしてあなたはしばし彼との幸せな世界に浸ることになるわけです。もちろんこの時もオフィスの蛍光灯がピンク色になったわけではありません。あなたの心がピンクのバラのような色になったから空間もバラ色になったのです。これでお分かりでしょう。人はこういうことを常日頃からやっているわけです。そう、無自覚、無意識のうちに。それゆえ、自分の意識、意志、意図するものによって、いかようにも場が動き、監督する世界が違ってくるのだとわかる人でいてほしいのです。本来、人はすんなりそれを叶えている。さて、ここでは、あなたの願いがどのようにすんなりと叶っていくのか、日常的なシーンを一つ例にとって見ていきましょう。そこに願いや夢を叶え、意のままの人生を叶える秘密があります。例えばあなたが部屋の椅子に座ってくつろいでいたとしましょう。そう、さっきまではただぼーっとしていただけです。が、ふと突然、一人の友人のことを思い出したとします。その人を好意的に意識するわけです。気づくとあなたはその友人と過ごした楽しかった場面に自然とフォーカスしているものです。すると、それまで何の反応もなかった空間で量子が動き出し、意識したものが静かにあなたの中で、あなたのいる世界で拡大していきます。その友人と会う旅の心地よさ、話したい話のあれこれ、たわいないことで一緒に笑い合える楽しさなどなど、そんなものがあなたの中に、あなたのいる場に広がることでしょう。また心の中では実際には今ここにいないその友人の、また会って話そうね、
という声まで聞こえるわけです。その時あなたは、どうしてるかなとその人へのイメージがどんどん膨らみます。これもあなたの内部にある量子の働き。そして、会いたいな、連絡しよっかな、という気持ちになり、つまり意志が生まれ、その気持ちが高まるとき、それがエネルギー化します。そしてあなたは、会いたいから連絡しよう、という意図を持つことになるのです。ちなみに、あなたの中で生み出されるエネルギー自体、同質のものを表現したい、それを現象化したい、という意図を持っています。もちろん、あなたの細胞も神経も呼吸も、すべてがあなたの意やそこから生み出されるエネルギーの影響を受けます。そうしてあなたは会いたいその友人に電話したい気分でうずうずしてきます。ワクワクかもしれません。その瞬間、フィールドのエネルギーがあなたを突き動かし、携帯電話を握らせ、電話をかけさせることになるのです。結果、あなたはその人とすんなりつながれ、1時間後にはお茶を飲みながら話すために会うことになるのです。そう、現実のこととして。これらの一連の流れをあなたはいとも簡単に、ごく自然に、無意識に、自動的に行っているわけです。そう、友人に会いたいという一つの意図、願いを叶えるために。そこには何一つ無理がなく、努力した感覚すらなく、楽々と結果に向かう過程だけがあります。それゆえ、友人に会うという日常的な小さな願いから、ビジネスで成功して世界的に有名になり、億万長者として世界各国あちこちに寄付するというような大きな夢も、本当は同様に叶えられるわけです。正すべきものを正す。あなたが何かに意識を向けるとき、量子を変化させ、フィールドを動かすきっかけを与えるわけですが、そのきっかけに拍車をかけ、現象化を推進させるのが、あなたの言葉です。あなたの運命にとって言葉は命です。というわけで、ここではあなたの願いを叶え、喜ばしい人生を現実のものとするための言葉についてお勉強しましょう。赤ちゃんじゃあるまいし、言葉の勉強って何よと憤慨しないように。なぜなら、頭の固い大人だからこそ、間違った見解や何かしらの偏見、制限と限界、不可能を言いがちな頭で、それはおかしな言葉を使いがちなものだからです。例えば5歳の子供を見てみましょう。子供なら、クリスマスにはサンタさんがおもちゃをくれるという言葉を通しておもちゃを意識し、おもちゃ、おもちゃという言葉をつぶやくことで、それを本当に現実の世界で受け取ることをいとも簡単にしてしまえるものです。たとえその子供自身にはお金という手段などなくてもです。もらえる方法など知らなくてもです。おもちゃを持って現れるサンタさんというのは、白いひげの生えた外国語を話す知らないおじいさんなのか、お父さんなのかお母さんなのか、そんなことは全く知らないから考えてもいません。知らないことは考えようがないからです。しかし、ただおもちゃをもらえてそれで遊ぶ楽しさだけはわかるわけです。それしかその子供の中にはないわけです。そしてそれを叶えるために、おもちゃ、おもちゃという言葉をつぶやくしかできません。けれどもフィールドにはそのいい意識、言葉、そこにあるエネルギーが自動的に放り込まれるので、望む変化はすんなり起き、その子供におもちゃが当然のごとく引き渡されるわけです。いいですか？子供でも量子の場、クォンタムフィールドをうまく動かせるということですよ。自分の望むもののために。ところが、大人がなかなかクリスマスプレゼントを叶えてもらえないというのはどういうことでしょうか？きっとこんなことを意識し、こんな言葉を使っているからでしょう。クリスマスには1カラットのダイヤのリングとバラの花束が欲しいわ。しかし、そんなことは我が家には不可能だわ。あのポンコツ亭主の稼ぎと愛情の冷め方は半端ないから、どうせ今年も何もなしに決まってる。
望むだけ無駄。ああ、私ってなんとかわいそうな嫁なの。まあ、ここまでひどいことは思っていないとしても、あなたはクリスマスかと意識した直後に、あなた自身の独特の思い込みで、寂しいクリスマスか嬉しいクリスマスかを勝手に先にイメージして世界を決めてしまっていて、結局その意識した方に合う言葉を同時に自分に使っているわけですよ。そう、今年も何もプレゼントなしになりそう、などと。わかりますか？純粋無垢な子供の意識と言葉と、頭の固い偏見に満ちた自分の考えと、否定的な見解から出てくる意識と言葉がどれほど違うかを。こんなことでは何度クリスマスを迎えても何も気やしないことでしょう。しかし本当にそれでいいのでしょうか？それは諦めなくてはならないことでしょうか？望みはいつもかき消されなくてはならない忌まわしいものでしょうか？すごいことを望んだ自分がバカだったのでしょうか？いいえ、違います。自分の意識と言葉をいいものにし、正しくクォンタムフィールドを味方につけることができたなら、望むものはいとも簡単に、そう、毎日郵便ポストに広告チラシが投入されるくらいの普通のこととして現実に投入されるのです。それがこの世の真実だとしたら、どうでしょうか。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。いつものように冒頭の空気感だけですが、もうワクワクしてきますよね。量子とスピリチュアルを語る本は大抵量子力学の仕組みから入り、それらの法則や理論とスピリチュアルとの関係性を語っていくものがほとんどですが、本書はそういう小難しい部分は置いておいて、一番楽しくてワクワクする部分だけをビビビッと教えてくれるんです。また吉川さんの伝え方が素敵だから、そのエッセンスのような部分がより輝いてきて、読んでいるだけでクォンタムフィールドに入っちゃうような感覚になりますよ。量子力学系のお話が大好物な方には絶対に読んでいただきたい一冊。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、ハッピーダイヤモンドの答え合わせの時間です。ダイヤモンドが隠されているのはここでした。どうです？当たりましたか？当たっても外れてもワクワクできたらそれだけで小さな幸せ。あなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。